こんにちは、みくらです。10日間で城下町を作るチャレンジ。4日目始めていきますね。今回は、前回作った武家屋敷の、隣に建築していきます。こちらには雪原バイオームの、村があります。なんだか合掌造りの建物に、似ているので、今回は合掌造りを、イメージした村と畑を作ろうと、思います。まずは合掌造りの建物から作ります。この建物は二等辺三角形の屋根をしているので、それをイメージして作りますね。いつもの建築通りこちらを階段ブロックにして、なだらかな見た目にしたいところですが、合掌造りのイメージ通り作ろうと思ったら、雪が積もっている方がそれっぽいんですよね。少しデコボコ感は大きくなってしまいますが、階段ブロックは使わずに、雪が積もった屋根作りをしようと思います。雪の厚みは後で増やしますが、全体の雰囲気を見たいので、先にちょこっともりもり。今回の建材は合掌造りの見た目に合わせて、柱は樹皮を剥いだダークオークを、屋根は頭皮の板材を使用しています。壁は雪ブロックを使用して、茶色と白のいい感じの合掌造りにしますね。壁が全面雪だとのっぺりした見た目になるので、下の方の壁は樹皮を剥いだオークを使用しています。ほぼ木製とはいえ地味にコスト高いです。玄関周りは頭皮のトラップドアで装飾して、頭皮のドアを設置します。凹凸ができていい感じ。これで合掌造りの家の形が決まったので、このまま柱と屋根を後ろに伸ばして作りますね。ちょっとしたスペースだったら、フィルコマンドを使うよりも、手で整地して、自然な感じの地形を作るのが、好き。内装側の壁がのっぺりしているのが、気になるので、内側にも柱を作ります。素材は外装と同じく樹皮を、剥いだダークオークです。柱と柱を、つなげられるように、背面にも同じ形の屋根を、作りました。雪が積もる地域だと屋根が、崩れてしまわないように、大きな柱でがっちりと支えているイメージがあるので、これから柱を、つなげてまずは骨組みを作ります。下の壁は玄関周りと、同じく、樹皮を剥いだオークで作りますね。後で頭皮の板材の屋根でほとんど、隠れちゃうんですけど、内装側からの見た目がいい感じになるので、オークで合わせています。だんだんと骨組みができていく感じ、好き。骨組みが出来上がりました。立派な柱になったかな？これから屋根を作ります。
頭皮の板材を並べるだけの、シンプル設計ですが、後で雪を積もらせていい感じにしますね。反対側も同様に屋根を作って雪を降らせました。最後に調整する予定ですが一旦雪を積もらせてみますね。続いて内装作り。樹皮を剥いだオークで床を作ります。いつもだったら和風できらびやかな内装をドーンと作りたいところなのですが、合掌造りの家の雰囲気を壊さないようシンプルに作りますね。スペースが小さい家ですが、いろりとお布団があればそれっぽくなりそう。まずは仮置きしている松明をなんとかしたいので、横に柱を作ってホッパーとランタンで上からぶら下げますね。建物の形の都合上、上の方が暗くてコウモリが湧きそうなので、高めに設置してみました。続いていろりを作ります。そのまま火をつけたりマグマを設置すると引火しちゃうので、大釜にマグマを入れて引火しないようにしますね。さらに新双岩の丸石階段と磨かれた新双岩の階段で囲みます。それっぽい見た目になったかな？座布団を設置したらいろりは完成。柱を増設しておきますね。奥はお布団のあるスペースにしますね。奥に一回り大きな家を作りました。煙突をつけておきますね。こちらも内装を作ります。先ほどよりも天井が高いので、光源が上部にあります。装飾にランタンをたくさん使いますね。まずは先ほど作った煙突の下にちょっとした台所スペースを作ります。寒いお家なので冷蔵庫などの家電製品よりも温かいお味噌汁を作れそうなデザインにしています。中央はダークオークでテーブルを作って団らんスペースにしますね。テーブルの真ん中には大釜を埋め込んでマグマを入れています。統合版だと大釜入りの水に染料を入れられるので、いろんな種類の鍋っぽくできそう。反対側も装飾します。テーブルの隣は戸棚にして、奥はさっきの家と同じく、お布団スペースにします。お布団ブロックとかでないかな。ベッドをハーフブロックで囲んでそれっぽくしています。これでこの家の内装も完成です。奥に斜めの家を作っています。瓦屋根だと斜めの家を作りづらいのですが、合掌造りだといい感じになりそう。斜めになっているだけで作りは一緒なので倍速。一旦雪をひっぺがして畑を作ります。道のサイドには水路を作りました。普通の水路だと凍ってしまうので、多くのトラップドアをつけています。どうせ雪で見えなくなっちゃうんですけど、ロマン重視です。
作物は寒い地域でも育ちそうな小麦を選びました。雪の重さで土砂崩れしてしまわないように。畑の周りを頭皮のハーフブロックで補強しますね。家の周りに畑、水路を作り終わったら、合掌造りエリアの完成です。今回は合掌造りの家を建ててみました。いつもと違った雰囲気の建築ですがどうだったかな？次回もよろしくお願いしますね。ご視聴ありがとうございました。